街の中にある謎の空き地。道のような、駐車場のようなその空間は、一体何のためにあるのか？謎の空き地の謎が明らかになる。今日は、西武鉄道の飯能駅にやってきました。この近くに、謎の空き地があります。今回の深掘り旅は、その謎の空き地を深掘りしてみます。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。謎の空き地に行く前に、飯能駅について説明します。飯能駅は、西武鉄道の西武池袋線の駅です。今走っている電車は、飯能駅を出て池袋駅に向かう電車です。飯能駅から池袋駅までは、各駅停車で約1時間10分、急行で約45分みたいです。特急料金はかかりますが、飯能駅から池袋駅まで最速39分で行くことができます。池袋駅方面の電車は、飯能駅を出て右にカーブしていきます。左の方にも線路が伸びてるね。左の方に伸びているのは、西武秩父駅方面の線路です。西武秩父駅方面からの電車が、飯能駅に入ってくるところの映像も撮影しておきました。池袋駅方面と西武秩父駅方面の線路の違いが、謎の空き地と関係しているので、よく覚えておいてください。飯能駅があるのは、埼玉県飯能市です。埼玉県飯能市は、大体地図の赤丸のところにあります。飯能駅の北口を出て、謎の空き地に向かいます。そういえば、さっきの電車の映像だと、池袋駅方面も、西武秩父駅方面も同じ方向だったよね。飯能駅からだと、池袋駅は東側、西武秩父駅は西側にあるような気がするんだけど、池袋駅方面と西武秩父駅方面は、反対方向になってるんじゃないの？普通に考えたらそうですよね。飯能駅の東側にある池袋駅方面は東で、西側にある西武秩父駅方面は西のはずです。両方の電車が同じ方向に出てくってことは、飯能駅で折り返すみたいな感じになってるの？そうなんです。飯能駅周辺の地図を見てみましょう。飯能駅は赤丸のところにあります。飯能駅の左側、西側には線路がなくて、線路は駅の右側、東側だけになっています。飯能駅を出て右側、東側に進んでるのが、池袋駅方面に続く線路です。途中で大きく曲がって、青丸の東飯能駅に向かってるのが、西武秩父駅方面に続く線路です。東飯能駅は、JR 八高線の駅でもあります。この踏切の先で、池袋駅方面の線路と、西武秩父駅方面の線路が分かれます。さっき、駅のホームから見えたところだね。そうです。右に行く線路が池袋駅方面で、左が西武秩父駅方面です。飯能駅で折り返す形になってるってことは、西武池袋線は飯能駅までで、その先は別路線なのかな？そうだと思っていましたが、調べてみたら違うことが分かりました。西武池袋線は池袋駅から阿賀野駅までです。阿賀野駅は、飯能駅より西武秩父駅方面にあります。西武池袋線は飯能駅よりも先まで続いてるのに、飯能駅で折り返す形の線路になってるのは不思議だね。そうですよね。それについては、また別の機会に深掘りできたらと思っています。
この踏切の奥に見えるのが、謎の空き地です。奥の方で右に曲がってる感じかな？この謎の空き地は、緩やかに曲がっています。今いるのは黄色い星のところで、東飯能駅方面を見ています。謎の空き地は、この踏切から東飯能駅方面に伸びています。踏切の反対側に来て、謎の空き地の横を通ってみます。左に見える線路は、飯能駅に向かっています。謎の空き地は、飯能駅に向かう線路から右にそれています。ちゃんと管理されてる雰囲気だよね。撮影は令和7年、2025年1月なので、雑草などが茂っている時期ではありません。でも、ちゃんと草刈りされているようで、管理はされてそうです。謎の空き地沿いの道を東飯能駅方面に進むと、謎の空き地の先には道路が通っていました。道路の先にも空き地みたいなのがあるね。そうなんです。謎の空き地は、道路で分断されてるだけで、さらに先に続いています。さっきいた踏切方面を見てみます。この空き地と線路の土地に塀とかがないから、西武鉄道関連の土地ってことなのかな？踏切近くから線路が分岐してても不思議じゃないような感じだよね。東飯能駅方面の謎の空き地は、舗装されてるところがあります。舗装の継ぎ目の関係なのかもしれないけど、駐車場って雰囲気がする空間だよね。近くに何かがあって、特定の日だけ駐車場として開放してるって言われても納得できる気がする。駐車場としての利用はわかりませんが、この謎の空き地は線路用地として確保されているものです。やっぱりさっきの踏切あたりから線路が伸びてくる予定なのか。もし線路が伸びてきたとしたら、この道は踏切が連続する道になりますね。車が多く通るような道ではなさそうだから、踏切の影響を受けるのは歩行者と自転車だね。道路が今のままなら、主に影響を受けるのは歩行者と自転車だと思います。でも、そのことはもう考えなくてもいいかもしれません。どういうこと？その説明の前に、航空写真を見てみましょう。白と水色の線が西武池袋線で、白と灰色の線が JR 八高線です。JR 八高線は白の破線に見えますが、白と灰色に設定してあります。赤で囲ってあるところが謎の空き地です。航空写真で見ると、線路が通っているようにも見えます。航空写真を拡大してみます。謎の空き地に線路ができたとしたら、飯能駅を通らずに東飯能駅に行くルートが誕生します。そうなると、飯能駅で折り返さずに、池袋駅方面と西武秩父駅方面を行き来できるね。そうです。そのための短絡線の用地が、謎の空き地の正体です。短絡線は、別の路線同士を接続するための線路のことです。その短絡線の計画が、古くからあったそうです。西武池袋線が開業したのは、大正4年、1915年。開業当時は、池袋駅から飯能駅までの路線でした。その後、飯能駅から、北西方向に延伸する計画が立てられたそうです。地図を見てみるとわかりますが、西武池袋線は飯能駅から北西方向に進んでいます。東飯能駅を通らなければ、赤丸のあたりに線路が通っていてもおかしくないように思えます。地形や街の関係でルートは変わると思いますが、方角的には西側に延伸した方が良さそうな気がします。飯能駅から北西に延伸する計画だった西武池袋線は、国鉄の八高線の建設計画で、計画変更することになりました。国鉄は現在の JR で、八高線は分割民営化で JR 東日本の路線になっています。JR 八高線は、南北に伸びる白と灰色の点線です。西武池袋線は、
飯能駅の東側にできる東飯能駅を経由して、北西に進むルートになりました。昭和4年、1929年、西武池袋線は阿賀野駅まで延伸しました。延伸したのはいいのですが、飯能駅で方向転換するために時間と手間がかかります。貨物列車は、先頭の機関車を付け替える必要があるらしく、時間短縮や輸送力の強化が難しいという課題が残ったそうです。戦後になると、埼玉県の秩父方面への延伸が計画されます。その計画に合わせて、元梶駅と東飯能駅を結ぶ短絡線も計画されました。元梶駅は、飯能駅の池袋駅方面にある隣駅です。昭和44年、1969年、阿賀野駅から西武秩父駅までが開業しました。この路線が西武秩父線です。でも、短絡線は、用地買収に時間がかかり、西武秩父線の開業には間に合いませんでした。1980年代後半、昭和60年から昭和64年、平成元年には、用地買収がほぼ完了しました。用地買収がほぼ完了してから40年くらい経ってるけど、短絡線はまだできてないってこと？そうです。短絡線はまだできていません。だから、短絡線の用地は、謎の空き地になったままなんです。ここでも謎の空き地は道路に分断されています。この場所は、地図の黄色い星があるあたりです。短絡線が完成していたら、ここにも踏切ができていました。分断された謎の空き地のさらに先にも、道路があるのがわかります。その奥に見えているのが、線路の架線です。あの辺りで飯能駅から北線路に繋がる計画なのかな？おそらく、そうだと思います。用地が確保されてるなら、すぐにでも着工できそうな気がするよね。そうですよね。さっき見えていた道路のところに行ってみましょう。地図では、黄色い星のところです。こっち方面にさっきいたところがあります。線路用地ではありますが、現状は無駄な空間にも見えます。左、東を向くと、JR 八高線の踏切があります。右、西側の踏切は、西武池袋線のものです。短絡線ができたとしたら、3連続の踏切か、合体して長い踏切が誕生することになるのかもしれません。道路を通る人にとっては不便になりそうだね。そうですね。西武池袋線はこの先で左にカーブしています。カーブのあたりに短絡線が繋がる計画のような気がします。その先には東飯能駅があります。用地買収がほぼ完了してから40年くらい経っても、短絡線ができていないのには理由があります。短絡線には、貨物輸送の増強という目的がありました。でも、用地買収に時間がかかっている間に、貨物輸送はトラックに移ってしまったそうです。もはや短絡線を作る必要もなくなったということのようです。用地買収の完了がもっと早かったら、短絡線ができてたかもしれないってことだね。そういうことだと思います。もう一つ、短絡線の実現を難しくしてそうなものもあります。平成14年、2002年3月31日に、鉄道に関する技術上の基準を定める省令が施行されました。その第39条には、次のように書かれています。鉄道は、道路、一般公衆のように供する道を言う。以下同じ。と平面交差してはならない。平面交差は、踏切のことだよね。そうだと思います。省令施行以前の踏切は仕方ないとして、それ以降は原則踏切禁止ということなんだと思います。交差する道路の交通量が少ない場合、または地形上などの理由によりやむを得ない場合は例外となっています。今回見てきた短絡線がその例外に当てはまるかわかりませんが、これから短絡線を作るのは、色々な意味で大変だと思います。立体交差にするとしたら、駅も改修する必要がありそうだよね。線路を地下にするなら駅も地下にして、高架にするなら両方とも高架にすることになりそうですね。令和6年、2024年の株主総会で、短絡線に関する質問があったそうです。その趣旨としては、秩父に向かう特急で座席が逆向きになるから、景色を楽しむために進行方向に向いた形にできないかというものです。それに対して、西武鉄道の取締役は、飯能駅での方向転換は課題として感じていると答えています。ただ、
現時点で短絡線の整備は考えていないとのことです。それは残念だね。特急が短絡線を通ると、飯能駅を経由しなくなるので、それはそれで問題になるということもあるような気がします。西口から東飯能駅に行くと、手前に西武線の改札があります。JR 線ではありませんって強調されてたね。間違える人がいるんでしょうね。JR の改札はその先にあります。こっちは矢印で西武線の改札を示してあるんだね。上から線路の様子を見てみます。右側が西武池袋線の線路です。正面の方向に謎の空き地があります。短絡線はまっすぐ来て、カーブのあたりで飯能駅からの線路に繋がる計画だと思います。ホームから見ると、わかりやすいかもね。帰り道にそのことに気づいたので、その映像は撮影していません。残念。令和7年、2025年3月時点で、短絡線の整備は止まった状態のようです。でも、あくまで休止であって、計画は残っているみたいです。いつか短絡線の整備計画が動き出したら、その様子を見に来るのもいいかもね。そうですね。ということで、今回の深掘り旅、飯能駅付近の謎の空き地はこれで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。